本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。私が台湾に来てから時々台湾の方と音の話になった時に、日本人の音に対する感覚とこちらの方の感覚が少し違うと感じることがありました。私はある音が聞こえると思っていても、他の人はあまりその音が聞こえないとおっしゃることが時々あったんです。それで調べてみたところ、ある種類の音は日本人と一部のポリネシア人にしか聞き取ることができないという情報を見つけてびっくりしました。私は今でもそのことについては半信半疑です。ですから皆さんの意見も聞きながら、今日はその点について検証してみたいと思います。その日本人にしか聞こえない音というのは虫の声です。いや、私は日本人ではありませんが、虫の声はちゃんと聞こえますよと言いたくなった方も多いと思います。でも例えば夏によく鳴くセミの鳴き声は種類によって聞こえ方が違いますし、秋の夜に鳴く虫も種類によって鳴き声が違います。日本人はそれらを聞き分けて、それをオノマトペで表すことができると言われています。オノマトペっていうのは擬音語や擬態語のことですね。でも私が読んだ複数の情報によると、日本人以外の人たちにとってこれらの虫の声は全部似たような音に聞こえたり、ただの雑音にしか聞こえなかったりするそうなんです。私は本当にその情報が正しいかどうかよくわかりませんので、これから皆さんにいろいろな虫の声を聞いてもらって、皆さんにはどのように聞こえるか尋ねてみたいと思います。まずセミの中でも一番よく聞くこのセミの声を聞いてみてください。ちなみに虫が苦手な人も多いと思いますので、虫の画像には少しモザイクをかけますね。はい、なんと聞こえましたか？これは日本人にとってはミーンミ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 ンと聞こえます。ですからこのセミの名前は何と言うと思いますか？なんとミンミンゼミと言います。日本人にとってはこの音は梅雨が明けたというサインになります。この音を聞くと、梅雨が終わって本格的な夏が始まったなと感じるんですね。そしてミンミンゼミと同じぐらいよく聞くセミの音はこちらです。はい、こちらの音はあなたの耳には何と聞こえますか？日本人の耳にはこれはジージージリジリと聞こえます。それでこのセミの名前はアブラゼミって言うんですが、この名前の由来はとても面白いんです。このジリ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 という音が油で何か食べ物を揚げている音に似ているのでアブラゼミというそうです。じゃあ次の2つのセミの音は日本人にとっては少し寂しい気持ちになる音です。まず1つ目を聞いてみてください。どうですか？このセミの音は日本人にとってはカナ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 と聞こえます。このセミは日暮らしって言うんですけども、どうしてそんな名前になったと思いますか？漢字でこの日暮らしを書くと日暮らしになります。これは夏の夕方、つまり日が暮れた頃によく聞こえてくる音だからなんです。一日が終わろうとしている夕方になると、このカナ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 っていう音が聞こえてきます。子供の頃に外で思いっきり遊んで、夕方になってもう家に帰らなければならない頃にカナ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 とこの声が聞こえてくるので、
日本人にとっては少し郷愁を誘う音に聞こえるんですね。私自身もこの音を聞くとちょっと寂しい気持ちになります。皆さんはどうですか？この音を聞くと寂しくなりますか？もう一つ寂しい気持ちにさせるセミの音はこちらです。どんな音に聞こえましたか？日本人の耳にはつくつく帽子つくつく帽子に聞こえます。つくつく帽子と鳴くので、このセミの名前もつくつく帽子と言います。このセミは特に夏の後半になってから増えてきます。ですから日本人はこのセミの声を聞くと、もうすぐ夏が終わって秋が近づいてきたと感じて、なんとなく物悲しい気持ちになります。皆さんはどうですか？つくつく帽子というこの声を聞くと悲しくなりますか？さて、夏が終わって秋になりました。秋になると夜いろいろな虫が鳴きますね。一番有名なのはこの虫の鳴き声です。はい、なんと聞こえましたか？これはリン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 と聞こえます。リン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 鳴る鈴みたいなので、この虫はスズムシと呼ばれています。そしてスズムシと同じぐらい有名な秋の虫はこちらです。どうですか？どんな音に聞こえましたか？これは日本人にはチンチロリンと聞こえます。この虫はマツムシという虫です。すごくいい音ですよね。また秋といえばコオロギの音も有名ですね。コオロギの見た目はちょっとゴキブリに似ているのでグロテスクですけど、音はすごく綺麗です。聞いてください。はい、どんな音に聞こえますか？日本人にはキリ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 と聞こえますね。これもすごくいい音です。見かけとは大違いですね。それで小学校の音楽の教科書には大抵虫の声っていう歌が紹介されていますが、その歌の中には今言ったリンリンリンと鳴くスズムシ、チンチロリンと鳴くマツムシ、そしてキリキリキリと鳴くコオロギ以外にガチャ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 と鳴くクツワムシやチョンチョンスイッチョンと鳴くウマオイという虫も出てきます。皆さんもよかったら虫の声歌で検索してみてください。ほとんどの日本人が知っているこの童謡が出てくると思います。はい、わかりましたか？これらのセミとか秋の虫の音は今がどんな季節かっていうことを知らせてくれたり、もう夕暮れの時間ですよ、家に帰る時間ですよっていうことを教えてくれたりします。一般的には日本人はこれらの音はただの雑音ではなくて、それぞれ別々の音を持った別々の虫の声だと認識していますが、皆さんの耳にはどう聞こえましたか？ただの雑音に聞こえましたか？それとも美しい音に聞こえましたか？ぜひコメントで教えてくださいね。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。